ねえメタン、僕気づいちゃったのだ。歴史の教科書に出てくる孔子って説教臭いおじいちゃんなのだ。あんなの勉強して何の意味があるのだ。あら、ずんだもん。あなた孔子のことをただのヨボヨボな道徳の先生だと思ってるのね。それは大きな間違いよ。違うのだ。どう見ても弱そうなじいさんなのだ。実はね、孔子は身長2メートルを超える巨人で、武芸にも秀でた超武闘派だったという説があるのよ。はあ、2メートル ?NBA 選手もびっくりなのだ。嘘つくんじゃないのだ。嘘じゃないわ。史という歴史書にもちゃんと記述があるの。今日はあなたの抱く聖人孔子のイメージをぶち壊す彼の筋肉質な実像について解説するわね。筋肉哲学とかに不明すぎるのだ。詳しく聞かせろなのだ。身長に無声の伝説。まず孔子の見た目について話すわね。中国の歴史書である史記には孔子の身長は9尺6寸あったと書かれているの。9尺6寸って今の単位だとどれくらいなのだ。当時の尺度で計算してもなんと約216センチメートルよ。でかすぎるのだ。プロレスラーでもそんなにいないのだ。当時の人々も彼を見て長門、つまりのっぽと呼んで驚いたそうよ。でもこれには遺伝的な理由があるの。孔子のお父さんもとんでもない怪力自慢の軍人だったのよ。お父さんもマッチョだったのだ。そうよ。ある戦争で敵の城門が閉まりかけた時、お父さんは落ちてくる巨大な門を素手で支えて味方の兵士を逃がしたという伝説があるわ。門を支えるってジャッキー・チェンの映画みたいなのだ。そんな怪力モンスターの遺伝子を受け継いでいるのが孔子なの。だから彼がただ机に向かって本を読んでいただけのひ弱な学者だったとは考えにくいのよ。なるほど。ガリ勉だと思ってたら実はクラスで一番喧嘩が強いタイプだったのだ。その通りよ。暴力装置のような肉体を持ちながらあえて言葉で平和を説いた。そこに孔子の凄みがあるのよ。弓と戦車の達人。でもメタン、体がでかいだけで運動神経が悪かったかもしれないのだ。ウドの大木って言葉もあるのだ。残念ながら孔子はスポーツも万能だったのよ。当時の貴族や知識人が学ぶべき陸芸というカリキュラムがあるんだけど、その中には何が含まれていると思う？算数とか国語とか？それもあるけど必須科目として射と語が含まれていたの。つまりアーチェリーと戦車の操縦よ。戦車？孔子が戦車を乗り回してたのだ。当時の戦車は馬が引くチャリオットね。これを乗りこなしながら正確に弓を射る技術が求められたの。孔子はこの陸芸の達人で弟子たちにもこれを教えていたわ。先生が教えてるってことは当然お手本も見せるわけなのだ。もちろんよ。孔子が弓を引く姿は堂々としていて見物人が集まるほどだったと言われているわ。獲物を追いかけて山野を駆け巡る体力もずば抜けていたそうよ。想像したら怖すぎるのだ。2メートルの巨人が戦車に乗って弓を撃ってくるなんて戦場では絶対に会いたくないのだ。孔子は文武両道落ちでいく人だったの。力なき正義は無力という現実を誰よりも知っていたからこそ肉体的な強さも追求したのかもしれないわね。弟子もビビる元やん。そこまで強いと弟子たちもビビり散らかしてたに違いないのだ。面白いエピソードがあるわ。孔子の弟子の中にコロという人物がいるんだけど、彼はもともとゴロツキのような無頼漢だったの。ヤンキーなのだ。孔子の塾に勝ち込みに来たのだ。出会った当初、コロは孔子をバカにして暴力をちらつかせて侮辱したそうよ。普通の学者なら震え上がるところよね。僕なら泣いて謝るのだ。でも孔子は全く動じず、逆に礼儀と道理を説いて白を完全に論破し、その威圧感で圧倒してしまったの。物理でも論理でも勝てないなんて絶望的なのだ。その結果、コロは孔子に臣服して一番のボディガード兼弟子になったわ。荒くれ者を従えるには単なる知識だけじゃなくて生物としての強さが必要だったってことね。納得なのだ。先生の言うことを聞かないと物理的に潰すよっていう無言の圧力を感じるのだ。孔子の教団が諸国を放浪しながらも盗賊に襲われて全滅しなかったのは孔子やコロのような武闘派が睨みを利かせていたからだとも言われているわね。孔子一個、もはやマッドマックスの集団みたいなのだ。まとめ。というわけで今回は孔子の意外な武闘派としての一面を見てきたわ。イメージが180度変わったのだ。ただの説教おじさんじゃなくて最強のフィジカルエリートだったのだ。孔子が説いた仁しや礼といった教えも圧倒的な暴力を震える力を持った人間が
あえてそれを封印して対話を求めたからこそ深い説得力を持ったのかもしれないわね。右の方を撃たれたら左のフックを返すじゃなくてよかったのだ。本当にそうね。もし孔子がその力をフルに使って波動を進んでいたら中国の歴史は全く違うものになっていたかもしれないわ。歴史って面白いのだ。教科書の写真ももっとマッチョに描くべきなのだ。そうね。皆さんはひ弱な老人の孔子と身長2メートルの最強の孔子、どちらのイメージが好きですか？ぜひコメント欄で教えてくださいね。チャンネル登録と高評価も忘れずになのだ。それじゃあまた次の動画で会おうなのだ。今日の動画はここまで。最後まで見てくれてありがとうございました。このチャンネルでは歴史上の人物に関する情報を5分以内の短くまとめた動画を毎日投稿中。歴史人物に興味があるならチャンネル登録や他の動画も見てみてね。